ローゲイン目でかき鳴らすのもそうするときにね、すごく大切なことが1個ありまして、それは何かというと、はい、どうも始まりました。今回はですね、エフェクターの思想の仕方について説明していきたいなと思います。気になるエフェクターがあって楽器屋さんに行って思想してみたいんだけれども、どういう風な手順でどういうことに気をつけてやったらいいかってなかなかね、教わる機会ないような気がするんですよね。今回は歪みエフェクターを使って思想の注意点などについて説明していきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょうか。ここに今4つ歪みエフェクター並んでます。どれにしようかな。じゃあ今日はこの OCD、こちらでやってみたいなと思います。店員さんに OCD 思想したいですって言うとセッティングしてくださると思うんですけれども、ギターどれにしますかっていうふうに聞かれることがあります。そういう時は自分が持っているギターと近しいもの、特にピックアップですね。ここについてるピックアップがシングルなのかハムなのかっていうところは自分が普段使ってるものと同じものを用意してもらうのがいいです。あと自分の楽器をそもそも持っていけるんだったら持ってって自分の楽器で演奏させてくださいっていうのが一番確実ですね。店員さんがギターをチューニングしてくださって、そしてアンプにつないで音量も適正な値にセッティングしてくださいます。で、どうぞって言って渡されるんですけど、こっからですよね。みたいな、どうすればいいんだろうってなると思うんですけれども、まずアンプのセッティングが極端な設定になってないかを確認しましょう。極端な設定っていうのは、例えばトレブルが0になってるだとか、ミドルがものすごく上がってるだとか、そういったことがないように、ある程度12時近辺のセッティングになってるかなっていうことをまず確認します。で、エフェクターをオフの状態で弾くと、続いてエフェクターをオンにしていくんですけれども、このつまみ、これを、どういうところからスタートしたらいいかっていうのについてもお伝えします。これね、まず基本は12時方向ですね。この真上にセッティングするところからスタートするのがいいかなと思います。ボリュームとかレベルってなってる音量ですね。これはオンにした時にちょっと大きすぎるとあれなので、ちょっと下げ目からスタートして音量を合わせに行くって感じですね。で、こういうスイッチがついてるやつあるんですよね。スイッチがついてるのは一番標準っぽい位置が分かるのであればそこがいいんですけれども、ちょっとそういうのが分からなければ上下だと上、左右だと左か、真ん中があれば真ん中に一旦セッティングします。楽器本体のつまみについても変な値になってないか、トーンがねこう下がりきっちゃってたりするとね、モコモコした音になるんでトーンが全部上がってるか、そしてボリュームも一旦マックスで良いかなと思います。ピックアップがまずはリアかな。歪みの場合はリアの方がアタック感がしっかり分かりやすいので、リアからスタートするのがおすすめです。じゃあ弾いてみますね。まずはコードを鳴らしてみます。今オフなのでオンに。音量を揃えに行きます。オフの時とオンの時がだいたい同じになるような音量感に設定しましょう。じゃあ一旦ここで12時方向で何か弾くんですけども、何弾けばいいのっていうのと、あとこれね、初心者の時めっちゃ緊張するんですよね、楽器屋さんでの思想って。ここも僕からぜひ皆さんにアドバイスというかお伝えしたいことは、周りの人その思想の音マジで聞いてないです。これは本当に店員さんにどう思われたらどうしようとか、他のお客さんにあいつ下手だなと思われないかなとか思ったりするんですけど、これね、周りの人マジで聞いてないです。だから本当に気にしなくて下手くそでもいいし、自由に思想するのがいいと思います。思想する時のフレーズなんですけども、自分の好きな曲を弾くとかでもそういうのでもいいんですけれども、この歪みエフェクターを弾く場合4つやってほしいことがあります。1つ目はコード、2つ目はパワーコードでのミュート、3つ目は単音、そして4つ目はハイフレットでの、副音っていうか、ちょっとしたコードですね。この辺りを押さえていただきたいと思います。まずはコード。このコードを弾いた時の弦一個一個の鳴り方みたいなところが結構歪みエフェクターと違ってきたりするんですね。なのでコードを弾くっていうのがすごく大事で、今ちょっとアルペジオっぽいフレーズを混ぜたんですけれども、できなければね普通にコードストロークだけでも大丈夫なので。そして次はミュートですね。56弦のパワーコード、このミュートの感じがね自分の好みかどうかみたいなところをチェックする感じですね。そして次は単音。
なんかこのね、響き感、単音フレーズも低い。そして最後がハイフレットでのね、この和音感みたいな。この辺もね、どういう感じになるかっていうのはね、オープンコードとかね、そういうコードを鳴らした時の響きとはまた違うので、ここら辺もね、確認するのがおすすめです。で、実際はですね、これをつまみをいろいろ回しながら、パワーコードを弾いたりだとか、ハイフレットを弾いたりみたいなことをするんですけれども、回しながら、これもね、ちょっとね、説明しますね。例えば一番下にあるこのトーン。このトーンのつまみを上げていくと明るくなるし、下げていくとこもったような感じに、この OCD の場合はなるんですけれども、どれくらいの変化の幅があるのかっていうのを確認するために、マックスとミニマムをまず確認するのがおすすめです。マックスにしますね。音量が上がる時もあるので注意します。あ、こういう感じ？これ一番下げたらどうなるんだろう。こういう感じになるんだっていうのが分かります。なのでさっきの明るいところから今のこのちょっとこもったトーンみたいなところの間を行き来するんだなっていうイメージがまずできるので、その状態で弾きながら回していきます。ここまでチェックしたら一旦ね、トーンとか12時近辺に戻しちゃっていいかなと思います。続いてドライブ、こちらも確認していきます。これ中央ね、マックス。結構太くなるんだとか分かりますよね。歪みが増えつつ低域が出ましたね。ほとんどクリーンじゃん。へーみたいな分かりますよね。こういうのをつまみをこうねチェックしてる段階で弾くと、ローゲイン目でかき鳴らすのもいいんじゃない？こういう切れ味あるフレーズにも使えるなとか、結構上げていくと下がズンズンするから、このストラトでも迫力ある音出せるかもしれないみたいな感じで、おおっていう感じになりますよね。で、ここでローがこんだけ出るんだったら、こっちでちょっともうちょっと明るめ足してみようかなみたいな、このバランスをねこう取り始めるんですよね。こんな感じでね、自分がやりたいフレーズだとか、それに合うような音はどうしたら出るんだろう、そもそも出せるのか出せないのかみたいなことを気にしながらチェックしていく感じですね。でですね、思想する時にね、すごく大切なことが1個ありまして、それは何かというと、ピッキングの強さなんですね。特に歪みエフェクターはそうなんですけれども、ピッキングの強さが思想の時に弱すぎると、なんかこうあんまり歪まないエフェクターかなって思っちゃうんですよね。ある程度しっかり力が伝わるようなピッキングができてると、さっきとなんか歪み方っていうか音の聞こえ方が違いますよね。ここをね思想する時には気をつけてやるといいかなと思います。これね言い換えるとピッキングの強さによって音色が変わるんですよね。ここもねぜひね思想の時にやっていただきたいポイントで、ピッキングの強さに応じてどういう変化するんだろう、この感じをチェック僕はするのがいいかなと思います。弱く弾くっていうのもそうですし、ここをちょっとね音量下げてみる。ギターの出力が下がるので、みたいな感じで使い方がねいろいろイメージできる感じになるかなと思います。あとはねやっぱピックアップ変えてみるっていうの、これもやった方がいいかなと思いますね。参考に別のギターだったらどういう音になるか、これもねせっかくなんで動画で皆さんにお伝えしたいなと思います。はい、ギター持ち替えてみました。アイバニーズのギターなんですけれども、ハムのピックアップがついてますね。これでいってみると同じセッティングですよ。全然違いますよね。これ当たり前なんですけど、だから冒頭に言ったね、自分が持ってるのと似た構成のギターにした方がいいっていうのはこういうことで、こっちのギターだとね、いいなって思うセッティングもまた変わってくるんですよ。結構太いなと思ったので、トーンを上げたくなりますよね。
こうなりますよね。で、あと思想するときに僕もよくやるやつとしては、他のエフェクターとの組み合わせですね。例えば歪みエフェクター1個持ってるんだけども、もう1台それと組み合わせて音作りしたいなっていう時に、自分のね、持ってるエフェクターがこれ、例えばこの SD1 だったとします。SD1 を持っていってください。2台組み合わせてやってみるだとか、空間系、ディレイとかね、そういうペダルと組み合わせた時にどんな感じなのかなっていうので、楽器屋さんで店員さんにお願いして、そのディレイとかリバーブをつないでもらって、こういうフレーズね、チェックするとすごくね、いけるぞみたいなイメージが湧いたりしてきます。歪み2台の組み合わせについては、こちらの動画で結構詳しく説明しているので、わからない方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしていただければと思います。概要欄にも載ってます。リバーブの音作りだとか、そういった音作り系のね、動画も結構いろいろ出してますので、こちらも概要欄チェックしていただければと思います。今回の動画良かったっていう方は、ぜひ高評価、そしてコメントもお待ちしております。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。